はいどうも、ストックロックです。皆さんは壁に何かを取り付けるときに下地を探してますでしょうか？もちろんその取り付けるものにもよるかと思うんですけど、特にね、ビスを打つ時なんかは下地がないとね、全くネジが効かないとか、そういったことになりますよね。自分の場合はコン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 って叩いたりとか、あとはこれですね、この磁石。下のビスを感知してパツンとこの磁石が反応するわけですね。こんな簡単な道具を使って下地がどこにあるのかっていうのをね、結構判断したりするんですけど、今日はですね、こちら、カイウィーツのスタッドファインダーですね。こちらを提供していただきましたので紹介していきたいと思います。簡単に言うと下地ですね。真柱なんかを簡単に発見してくれるっていうツールになります。今回はですね、すでに実験台としてこんなのを作ってみました。裏はこんな適当ですけど、OSB に 2x4 材とあと 1x4 ですね。 1x4 はあえて立てないでそのままベタっとつけてます。あとすっごいスカスカの霧ですね。すごい軽いやつ、密度の低い木材ですね。こんなのもちょっと実験材料として実際にこのカイウィーツさんのスタッドファインダーが反応してくれるのか、そのあたりをね検証していければなと思います。で、先ほど話が出てきたこいつですね。いつも僕が使っているこの磁石くんはですね、壁紙の上でもビーってやっていくと、ビスですね。ビスを感知してこんな風に貼り付いてくれるっていうツールになります。メタルキャッチャーミニっていう名前でね販売されてるんですけど、結構便利ですね。石膏ボードなんかを打ち付ける時にもちろん下地があるところにねビスだったり、釘だったり打っていくわけなんですけど、要はその釘をキャッチして下地の段階で釘を打ってるところなのであれば、その奥に真柱、スタッドあるでしょっていう考え方ですね。ビスのある位置の方に向くというか、真ん中だとちょうど垂直になりますね。でこの先には当然下地があるよと、そういう仕組みですね。これを原始的な方法じゃなくて感知してくれるツールになるみたいです。ではね、早速ね開けてみましょうか。ででんと、最初に出てきたのは電池。テスト用の電池付属してくれてますね。ちゃんとケースに入っている。ケースに入った本体とあと説明書ですね。とりあえず入ってるものはこんな感じですね。では早速本体の方もね、この袋を開けていきたいと思います。ドン。来ました。こんな感じのツールみたいですね。本体すっげえ軽いな。なんかプラスチッキーな感じで、そんなに高級感は正直ないです。そもそもそんな高いものじゃないと思うんですけどね。ちゃんとフィルムかぶってる。これ剥がそうか。気持ちいい。っていうことで早速電池を入れちゃって、マイナスプラスこうですね。よし、入った。早速入れました。ということで入ってるものはこんな感じですね。ケース、その中に本体でテスト用電池はもう入れましたよ。あと説明書っていう感じになってます。で説明書はちゃんと日本語ありますね。41ページ目から JP ジャパン日本語の説明書になってます。使い方は大丈夫でしょう。特にね説明することもないと思うんで、まずね自分が使ってみて、その後使い方だったり仕様を説明していきたいと思います。ということで使用説明に移らせていただきます。まず電源ボタンですね。この真ん中の大きいボタン、こちらを押すと電源が入りますと。でその後このボタンを押すことによって4つのモードから切り替えができるそうです。1つ目が4分の3インチのスタッドを感知するモード、19mm ですね。この2つ目が 38mm の下地を感知するモードで、次が金属ですね、メタルのモードで、4つ目が AC、交流の電源の線ですね、そちらを感知するモードになってるそうです。で使い方なんですけど、モードを選択してキャリブレーションっていうのを行わないといけないみたいですね。要はリセットですね。こういった壁に当ててもらった状態で横のボタンを押すと、そうするとキャリブレーション、これで使っていいですよっていう状態になります。ただし今これクロスとか何も貼ってないので、しかも OSB なんでね、結構デコボコした壁になってるかなと思います。でこの場合はね1枚紙を挟んだ方がいいとか、いろいろねこのキャリブレーションの方法が変わってくるそうですね。なんだけどとりあえず何も考えずに、何もないところでキャリブレーションをしてとりあえずやってみたいと思います。で真柱があるところに動かすと、こんな感じですね。
はい、こういうふうに表示が変わるってことですね。真柱の端っこ、あと逆側の端っこ、あとセンターになると赤く光る、そんな表示になります。ちょっと今モード変えますけど、でもう一回キャリブレーションして、じゃあこの状態で動かしていきます。でっと今なんか表示変わりましたよね。こんな感じでちょっとセンターがここセンターだと。で見てみると、はい、ちょうどセンター、ちょっとずれてますね。こんな感じの使い方になりますと。実はね、今説明する前にいろいろこうやってやってみたんですけど、結構ねずれがあるんですよね。で一応反応はしてくれるんです。下地あるところで反応はしてくれて、この辺かなっていうのは判断つくんですけど、ここセンターだよと。じゃあだいたいセンターで裏返してみると、はい、これぐらいずれてんですよ。わかりますかね。はい、ピーってなってますよね。だからね、結構ねセンターのズレがあるなーっていう正直印象を受けてます。でこれが果たしてクロス貼ってないからなのか、こういう OSB の壁ってあんまりないですからね、そういう理由なのか、それとも僕のキャリブレーションのやり方が悪いのか、ちょっとそこがね謎ですね。反応するには反応します。今回この後ろ 2x4 と 1x4 の横、これだと 19mm ですね、厚さ。あと霧、スカスカの霧を縦につけたような状態。一応ねどれも反応はしますね。反応はするんですが、でもセンターがねずれてるんですよね。これたまたまセンターバチコン合ってますけど、これがね正直実際に家の壁に穴を開けるってなると見えないじゃないですか。今ねこう裏が見えてるので、だいたいこの辺かなこの辺かなってこう探れるんですけど、ここセンターってなってるな。でも実際に見たら、ちょっとずれてますよね。一応ギリギリ下地には乗っかってるんで、打ち込んでも問題ないかなとは思うんですけど、今裏を見てるのでね安心感あると思うんですけど、これがじゃあ実際家の壁で一発勝負で打つってなるとちょっと正直怖いかなっていう気がするんですよね。あとはね家の中でクロス貼ってあるところで試してみたいと思います。で電源の切り方言うの忘れてた。電源はね3分放置すると勝手に切れるみたいです。あと強制的に終了する場合はモードボタンを3秒長押しすると、これで切れます。ということでとりあえず家の中に行ってクロス貼ってある部分で試してみたいと思います。ただね壁の裏剥がしてみるわけにもいかないんで、本当に下地があるのかどうかっていうのは定かではないんですけど、とりあえずだいたいコン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 ってやったりね、さっきのマグネットのこれ使ってやってみたいと思います。補足なんですけど、このマグネットモードであればこっちにもねメタルっていう機能がついてるので、メタルで探知してあげる、そっちの方が実は確実じゃねえかなっていう気もしてますけど、とりあえずね家の中でやってみたいと思います。はい、ここは壁1枚の壁なんで、こっちにもこっちにも必ず下地は入ってますね。ここでチェックしてみたいと思います。電源入れてキャリブレーション、ここは必ず入ってるよね。来たセンター。じゃあこのまま移動していくと、ここにも入ってますね。センターある。ここセンターですね。ここって、ちょっと今カメラ斜めになってますけど、ちょうど壁と壁の真ん中ですね。ど真ん中、そこにセンターが来てます。ってことはこれ結構やっぱりいいんじゃねえかな。あとすごい画面遠いけど端っこ、ここもちゃんと反応してる。センター、来ますね。ここがちょうど壁のど真ん中なんですけど、ゆっくり動かしていくと、これ今左端ですね。でもうちょっと動かしていくと、今この線出ましたよね。これがちょうど左端で、このまま右に進めていくと、次右端になりましたね。ってことは今の間にセンターがあるんですね。ここですね。ここがセンターで、また右側に行くと次は右側に矢印が出て、で線が入ると下地の端っこになります。でこの壁のど真ん中なんで、ど真ん中ここには間違いなく入ってるでしょうね。ということで石膏ボードの下地にクロスが貼ってあるような壁だと、しっかりね探知できてるのかなっていうふうに感じました。
はい、ということで、クロス貼ってるところはね、大丈夫じゃないかなっていう動きをしてましたね。それこそ壁のど真ん中は必ずセンター反応してくれましたし、もう絶対に柱が入ってるであろう端っこも確実に反応してくれてました。もしかしたら OSB で実験するっていう行為があまり良くなかったのかもしれないですね。なので白い壁で普通にキャリブレーションして測ると結構精度高く普通に出てるんじゃないかなっていう気がします。なのでそのあたりは信用できるっぽいですね。なので家の中で使う、もちろん家の中で使うものなんですけど、クロス貼っているところであればすごくいいものじゃないかなっていうふうに感じました。でこの AC モードがねちょっとよくわかんないですね。実際この小屋で電源の線はもう面で見えているので AC モードでピッてやると確かにピーってなるんですけどね。なんだけど家の中でこう確かめてみると何とも言えないピー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 鳴りまくるみたいな挙動になるんで、ピンポイントであるみたいな感じでねわかるかというとなんかそうではないのかなっていう気もしました。使ってみた感想は家の中で、クロス貼ってあるところであればおすすめできます。要は石膏ボードみたいな平らな本当にツルツルした壁、それにクロスが貼ってあるみたいな環境じゃないとうまく探知してくれないんじゃないかなっていう気がしました。なのでそういう条件であれば非常に有用に使えるかなと思います。でこちらの価格なんですけど約3000円ですね。安い時だと2600円700円ぐらいで Amazon で販売されてますんで、評価もそこそこ高いのでやっぱり皆さんね室内で使ってそれなりの効果を体感できているのかなっていう気はしました。実際自分も室内のクロスの壁であれば下地入ってるであろうところはね確実にピーピー鳴ってたんで、その他のピーピー鳴るところもきっと下地あるんだろうなっていう感じで、捉えることはできましたね。なのでおすすめできるかというと、こっちの方はね機械的な部分が何もないんで結構これ信用度高いんですけど、これでも全然いいのかなっていうか、これの方がね広範囲に真柱の端っことかも分かるので、そういった面ではやっぱりこういうね専門の道具使うっていうのはいいのかなっていうふうに感じました。ということで今日はですねカイウィーツさんの KES01 ですね、スタッドファインダー真柱、下地の検知器ですね、こちらを紹介させていただきました。また概要欄の方にリンクを貼っておきますので気になる方は是非チェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。